望み通りのタンプレありがとう。おはようこっちこんばんは、ポテト今日もテントブーティやっていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。今日ですね、ドナルマってどんなもんややっていきたいなと思います。これまでゴールキーパー分析やってきましたが、24になってからですね、ちょっとしっくりね来るようなものができてないなというのもありつつ、コミュニティゴールキーパーの分析もやってなかったので、今回はそこをやっていきたいなと思います。センス、コラプシング、ディフレクティングがどう影響しているのか、そして分析のやり方ですね、ここを探っていきたいなと思います。検証方法ですね。検証方法はゴールキックをカットしてそのまんまコンカをやっていきます。ファーサイドに向かってねコンカシュートを打っていこうかなと思います。キッカーはリンクフォワードのメッシュを使ってペナルティーアックの手前あたりから打っていくよって形になっていますね。でパワーゲージ 35% から40、50% 以下と 50% 以上みたいな形でですねやっていきたいなと思います。で枠外とかパワーゲージミスったやつに関しては今回除外をしてやっていきたいなと思います。検証方法の探る部分もありますので、本数自体はねちょっと全体的には少なめかなと。なのでパーセンテージというよりはですね全体の割合を見ていければなと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、早速見ていきましょう。まずはですね基準値のドンナルンマ、通常のドンナルンマ今回使っていきます。センス、コラプシング、ディフレクティング全部80の状態ですね。で、パワーゲージが少ない状態 50% 以下の状態でキャッチ、セービング、ゴールのこれですねをまず見ていきます。はい、ここからが 50% 以上ですね。これもデータ右上に出してますけども、半分超えるとですね、ほぼノーチャンスというような状況下にはなっておりましたね。これが基準となって、では他を見ていきましょう。まずはキーパーセンスですね。これが90、92まで上げた状態になっています。キャッチ、セービングめちゃめちゃ増えましたね。 50% 以下に関しては単純に反応速度速くなってるのかな、そんなところは感じましたね。で、今回 50% 以下が20本 50% 以上が10本というような形でね、やってきてますね。はい、そしてここからが 50% 以上ですね。こちらに関しても、わずかながら止められてはいましたね。これがコースがね、たまたま悪かった可能性もあるっちゃあるんですが、可能性として止められる、ワンチャンね止められるっていうことも見えてくるのかなという形になっていきました。はい、こっからはですねディフレクティングですね。ディフレクティング 50% 以下に関してはですね、弾くことが多かったのかな、そんな印象はすごくありましたね。なんかそれも弾くんだなみたいな形、見ていてこう派手さとかねそういうのはもちろんあるんですけども、割合的な形で見ていくとですね、ものすごく止めてるかというとそうでもないっていうようなそんな感じではありましたかね。はい、ここからが 10% 以上ですね。こっちに関してはほぼノーチャンスでしたね。なんかこれも入っちゃうんだっていうのも何本かあったんですけど、単純にこう倒れるのが遅いというかね、そんな感じはありましたね。なのでシュートスピードが速くなってしまうと、もうこのディフレクティングの意味があんまりなくなってきちゃうのかなというような印象は非常にありましたね。さあコラプシングですね。前作でもコラプシングがすごく良かったんですが、今回ですねコラプシングやってみてですね、やっぱりキャッチの確率めちゃめちゃ上がってましたね。これもキャッチいくんだなというシーンは多くありましたね。逆に言えば弾くシーンはほぼほぼなかったというか、そんな形になっていました。やっぱ前作でもですねキャッチングが高いとですねキャッチする範囲が広がったりしてたんですが、同じことが言えるのかな、そんなところは感じましたね。はい、次ですね、次は 50% 以上。こちらに関してもほぼほぼ決まるんですけど、たまにねワンチャン止めたりっていうのはありましたね。それもキャッチもありましたかね。わずかながらそんな可能性も出てくるのかな、そんなところは言えるのかなと思います。はい、見ていただきました。まとめておきました。こんな感じです。
ちょっとセービングの一本一本のやり方とかに関してこの後ねまたちょっと詳しく見ていくんですが、まずはデータを見ていきましょう。パーセンテージ本数というよりは全体の割合を見ていきたいんですけどもね、やっぱりですね 50% 以下、ここに関してはねある程度結果が出たのかなと、分かりやすく結果出たのかなと思います。特にですねチャッチとセービングのところですよね。ここに関してはセンス、そしてコラプシング、チャッチングのここに関してのところがね特に、増えていたのかなというのが分かりましたね。チャッチが増えましたよ。ディフレクティングは逆にやっぱセービング、セーブって書いてますけど弾くことですね。弾くのが多かったなというような印象ではなりましたね。はい、なのでこの辺の違いは明らかにここまでね差が出ると分かりやすいかなと思います。で 50% 以上、こっちに関しては全体的にやっぱほぼほぼ入るっていう見込みがいいのかなと。その上でセンスとかコラプシングがワンチャンちょっとある可能性が見えてきたのかなという感じでしたかね。はい、ちょっと詳しく見ていきたいんですけども、チャッチしたシーンをちょっとね持ってきたんですけど、この普通のねチャッチしたシーンなんですけど、この時点でですねあんまり変わんないんですね、ゴールキーパーの。ただこの後ですね、ここセンスとコラプシングに関してはですね、このモーションっていうかもう倒れ込むモーション入っていて、ディフレクティングがね一歩ちょっと遅れてるような感じがするんですよね。でその後の結果としてチャッチしたコースなんですけど、コラプシングとかがねやっぱよりコース厳しいところのチャッチいってるのが分かるかなと思います。線ちょっとポストのところにライン引いておきましたけど、なので先ほども言ったようにねチャッチングっていう数値がですねキャッチできる範囲が広げてるっぽいっていうのは今回も言えるのかなと思います。でセンサー単純にですね反応速くなってるから届いてるっぽい、そんな感じもしましたね。でまたちょっと別のシーンなんですけど、ここなんですけど、これやっぱりですね体勢のこの時差が出てるんですよね。同じようなパワーゲージ、同じコースなんではあるんですが、でその結果としてねコラプシングとかはキャッチいけてたりで、ディフレクティングは弾けてなくてセンスは弾けてる、そんなようなシーンがありました。ちょっとねディフレクティングもいいとこねえのかと思ってね弾いたところとか持ってきたんですけど、ここではねそんなに変わんなかったかなっていうところでした。というところで一旦結論、やっぱりコラプシング、センス、キャッチが大事とします。いやちょっとね今回の検証ではやっぱこういう結果を得ざるを得ないというか言わざるを得ない、そんな形なのかなと思いました。実際試合でも今回のシーンっていうのはね少なくないし、割と参考にしてもいいのかなとは思いましたね。で冒頭のところになっていきますけども、やっぱセンスは反応速くなるっていうのと、あと全体的な底上げもされてるのかなと思いました。コラプシング、ディフレクティングとかね、そんな感じはしましたね。でコラプシングに関してはやっぱりキャッチ上昇が顕著に見られたのかなと思います。なので単純に失点減らすみたいなところに関してはコラプシングとかが一番手っ取り早いのかなとは思いましたね。あとはセンスとのディフェレクティングに関してはセンスとのセット売りなのかな。ちょっとねあれだけ体が遅れちゃってるのを見ちゃうとねなかなかディフレクティングだけでは厳しいのかなというのは言えるかなと思いました。はい。で、検証の仕方なんですけども、今回ね、分かりやすそうな気がしましたね。シュートゲージで見比べていくとすごく分かりやすくまとめられたのかなと思いましたので、今後もね、こんな感じでやっていきたいんですけど、やっててあれなんですけど、これね、めちゃめちゃ時間かかるんですよね。結構めんどくさいっていうのがあるので、ちょっとね、こんな形でやっていきたいなと思います。で、今後なんですけど、インパクトとか身長問題とかね、センスとディフレクティングがね、重なったらどうなんだとか、攻撃的、守備的で変わるのかとかね、この辺もね、やっていきたいなと思いました。なのでですね、こういうパターンもちょっと見たいなとかあればね、コメントで教えていただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ということでいかがだったでしょうか。皆さんこの結果どう思いますでしょうか。皆さんのご意見ご感想グレム等々あればですね、コメントで教えていただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。年内3万人を目指しておりますので、この動画が良かったな、参考になったなと思った方はですね、高評価、チャンネル登録をしていただけるとすごく励みになります。どうぞよろしくお願いいたします。ちょっとね、いろいろやりたいこといっぱいあるんですが、タレントポイント延長になったしね、焦らずにちょっと一つ一つやっていきたいなと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。という動画はこれで終わりたいなと思います。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。